皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆっけいです。さあ、皆さんお待ちかねのソニーブラビア2023年モデルの最新情報がついに発表されましたね。というわけで、今回は先日発表のあったソニーブラビア2023年モデルの簡単な紹介から、液晶最上位テレビの昨年のモデルからの変更点なんかを詳細に解説していけたらと思います。近々テレビを買い替えたいと考えている方や、テレビの最新モデルに興味があるという方には必見の内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はご覧の内容で進めていきます。1、2023年モデルのラインナップ紹介。2、昨年のモデルからの変更点。3、各モデルの発売時期と予想価格。4、まとめです。今回発表のあった2023年モデルはご覧の計6シリーズになります。個人的に一番の衝撃というかショックだったのが有機 EL 最上位モデルの A95L が日本向けには発売されないという点ですかね。こちら従来モデルの A95K から約2倍も輝度が向上したのと、リーク情報もあってかなり期待していただけにめちゃくちゃショックですよね。というわけで、現状有機 EL テレビに関しては A80L というエントリーモデルのみの発売となります。こちら唯一の2023年有機 EL モデル A80L については、55インチ、65インチ、75インチの3サイズ展開で、ソニーのプロセッサーの中では最もグレードが高い認知特性プロセッサー XR を搭載。市場想定価格は38万8300円からとなっています。対してですね、液晶テレビに関しては従来通りのシリーズ展開にプラスアルファで X75WL という安価モデルが追加されているんですよね。安価モデルの追加ってソニーらしくない気がするんですけど、有機 EL のラインナップが少ない分、液晶モデルが豊富になっている印象です。それでは続いて、その液晶モデルのラインナップを簡単に紹介していきます。2023年液晶最上位モデル X95L については65インチ、75インチ、85インチの3サイズ展開でソニーのプロセッサーの中では最もグレードが高い認知特性プロセッサーの XR を搭載。市場想定価格は47万3000円からとなっています。2023年液晶上位モデル X90L については65インチ、75インチ、85インチの3サイズ展開で X95L と同様認知特性プロセッサー XR を搭載。市場想定価格は35万2000円からとなっています。2023年液晶ミドルレンジモデル X85L については55インチ、65インチの2サイズ展開で認知特性プロセッサー XR よりも一つグレードの低いプロセッサー HDR-X1 を搭載。市場想定価格は21万5000円からとなっています。2023年液晶エントリーモデル X80L については43インチ、50インチ、55インチ、65インチ、75インチ、85インチの6サイズ展開で X85L と同様プロセッサー HDR-X1 を搭載。市場想定価格は15万4000円からとなっています。2023年液晶安価モデル X75WL については43インチ、50インチ、55インチ、65インチ、75インチの5サイズ展開で HDR-X1 よりも一つグレードの低いプロセッサー X1 を搭載。市場想定価格は12万7000円からとなっています。こちらが2023年の、液晶モデルのラインナップなんですが、最後に紹介した X75WL、これ意外と売れるんじゃないかなって思うんですよね。っていうのも、この X75WL、Google TV も採用されていて、必要最低限の機能がバッチリ備わっているのに安価という部分だけではなくて、43インチから75インチまで、異常なまでにサイズの選択肢があるんですよね。消費者の購入の決め手というか、一番気にするポイントがこの画面サイズだと思うので、そういった点でアドバンテージがなく、しかも安価な本機ですから、市場の評価も高くなりそうな気がするんですよね。それでは続いて、液晶最上位モデル X95L が昨年度モデル X95K からどのように進化したのか、昨年度モデルからの変更点を見ていきましょう。X95L が昨年のモデルから進化した項目はご覧の4つがあります。昨年のモデルもミニ LED や QD-OLED という新しい技術を採用していたんですけど、今年度モデルもあらゆる方向から進化しているみたいなんですよね。
それでは一つ一つ詳細に見ていきましょう。昨年のモデルから進化した点の一つ目は、ハード面、ソフトウェア面の改良によりピーク輝度が格段にアップした点です。こちらの X95L にはバックライトとして通常の LED よりもさらに小さいミニ LED が搭載されているんですよね。これは昨年度最上位モデルの X95 系でも採用されていて、バックライト自体は特に変わってないみたいなんですけど、そのバックライトを活かす駆動技術が昨年よりもさらに進化しているみたいです。特に本機では XR バックライトマスタードライブという駆動技術に力を入れているみたいで、映像内の動きや視聴者が映像のどこに注目しているか、視聴環境の明るさなど、認知特性プロセッサー XR で認識可能な様々な情報をもとに、各エリアの LED の明るさや点灯タイミングを緻密に制御することで、高コントラストで動画応答性の高い映像表現を実現しているみたいなんですよね。さらにですね、その XR バックライトマスタードライブを最大限活かすように、液晶パネル表面と LED 間の距離の調整やパネルのネイティブコントラストの改善、LED の分割数アップなど、ハード面でもかなり改良されたみたいなんです。中でもミニ LED の分割数が昨年のモデル X95K から約 20% もアップしているという点が個人的には要注目で、この分割数って結構大事なポイントなんですよね。この分割数が多くなればなるほど細かな制御が可能になって、暗部で気になりがちな絵柄からはみ出したバックライトの光が目につく、ハロー現象というものを抑えることができるので、例えば夜空に浮かぶ月なんかだと、月の輪郭をより緻密にトレースして限られた部分のみを点灯することができるため、暗部のハローが目立ちにくく、明るい月と暗い背景のコントラストを高めることができるんです。また本機では XR コントラストブースター20という高画質化機能も搭載しています。こちらの XR コントラストブースター20は映像の暗い部分の電流を明るい部分に集中させることで最大限まで輝度を高めてくれるソニー独自の高コントラスト技術なんですよね。昨年のモデルの X95K では XR コントラストブースター15を搭載していましたが、末尾の数値は暗部の電流を明部に集中させ、明るさを高める機能の効果の高さとその精度を表すソニー独自の算出による数値のことなので、本機の方が性能及び精度が高くなっているようです。僕は実際 X95L の実物をまだ直接は見ていないんですが、ソニー体験会の映像なんかを見てみるとですね、昨年のモデル X95K よりも輝度が上昇しているのが画面越しでも分かりました。また、それよりも顕著に現れていたのがですね、黒の漆黒さだったんですよね。去年 X95K の体験レビューをさせてもらった時にも、有機 EL に匹敵するような黒の締まりが体感できたんですけど、今回はその黒の部分にさらに磨きがかかっているっぽいですよね。昨年のモデルと同じミニ LED 搭載なのに、ここまで差がついているということは、やはりそういったハード面だけではなく、それを活かす駆動技術がかなり重要になってくるということですよね。そこに関してはやはり、そういったミニ LED の利点を活かす駆動技術などのノウハウを培ってきたソニーの強さが垣間見えますよね。昨年のモデルから進化した点の2つ目は、フレームを叩いて音を鳴らすフレームトゥイーターを採用している点です。本機では今年度から新たにアコースティックマルチオーディオプラスというソニー独自の音響技術が搭載されているんですよね。昨年のモデルの X95K まではただのアコースティックマルチオーディオだったので、簡単に言うとプラスがついているかいないかっていう違いなんです。じゃあどの部分が変わったのかっていうところなんですけど、主にはスピーカーの高音を担当するトゥイーターという部分がまるっきり新しいものに変わっているんですよね。従来モデルに搭載されていたアコースティックマルチオーディオではサウンドポジショニングトゥイーターといって、トゥイーター自体がテレビの背面の上部に設置されていました。この方式でも上部に搭載されていることにより定位感が上がるので、テレビ画面から音が出ている感覚に近づいていることはできるんですけど、背面に設置されているという点からどうしても音全体が壁に反響し、テレビを回り込む形になってしまうんですよね。対してアコースティックマルチオーディオプラスではサウンドポジショニングトゥイーターの代わりにテレビ側面のフレーム部分にピエゾ素子と呼ばれる特殊なデバイスを用いたフレームトゥイーターを内蔵しているみたいなんですよね。そうすることによって壁への反響を利用することなくユーザーの耳へ直接音を届けることができるので、これまでよりもさらに画面から音が出ている感覚が増しそうな気がしますね。
こちらのフレームトゥイーターに関しては一般的に使われているダイナミック型スピーカーとは仕組みが根本的に異なるため、ソニーの音質設計担当の方もチューニングに苦戦したそうなんですが、そういった新しい技術に挑戦、そして最上位機種までにも搭載してしまうところが非常に好感が持てますよね。とは言っても、こちらの音響面についても実際に聞き比べをしたわけではないので、また体験レポートをする機会があったらレビュー動画で詳しく紹介させていただきますね。昨年のモデルから進化した点の3つ目は、究極の没入体験に適したミニマルを追求した新デザインに一新した点です。本機では画質、音質技術だけではなく、デザイン面でも進化しているみたいなんですよね。本機では超驚愕のデザイン、シームレスエッジを採用していて、映像以外のものを最小限に抑え、より画面に映る映像に集中できるデザインになっているんですよね。確かに従来モデルよりも前足が細くなっていて、テレビ手面をテレビ台等へ直に設置できるという点においては、テレビとの一体感が生まれて、没入体験のサポートをしてくれそうですよね。また、足部分が細くなってはいるものの、従来通り置き場に合わせてスタンドを組み替えられる 3way スタンドの機構もしっかりと継承しています。選択できる 3way スタンドについてはご覧の3通りがあり、スタンドが外側設置になっている通常スタイルの他に、テレビの前にサウンドバーを置くときに使用するサウンドバースタイルを選べるほか、テレビサイズよりも小さいテレビ台に設置する際に便利なスタンド内側スタイルに変更できるようにしてくれています。毎度のごとくデザインと機能性を両立させたデザイン設計なので、この部分に惹かれるユーザーもたくさんいそうですよね。昨年のモデルから進化した点の4つ目は、ゲームに特化したゲームメニューが新搭載された点です。本機では今年度から新たにゲームメニューというゲームに特化したユーザーインターフェースが導入されたみたいなんですよね。従来機でもソニーならではのプレイステーション5との連携機能が注目を集めていたんですが、今回はプレイステーション5に限らず、あらゆるゲームで活用できそうな機能なんですよね。例えば FPS などのシューティングゲームなどでは役に立つクロスヘアと呼ばれる標準マークを画面中央に表示してくれたり、暗い映像のゲームでも隠れている敵を見つけやすくするブラックイコライザー機能などが利用できるみたいです。ソニーでは昨年からインゾーンというブランド名でゲーミングモニターを販売していて、そういったところからもヒントを得てゲーマー向けのユーザーインターフェースを拡充してくれているんですかね。今後 e スポーツもますます拡大していくことが予想されるので、こういった機能に興味を抱くユーザーも多そうですよね。また細かいところで言うと、2021年度の XR モデルから搭載され始めたブラビアコアというソニー独自のコンテンツサービスについては今年も変わりなく搭載されています。ただ今年からですね、認知特性プロセッサー XR が搭載された上位モデルのほか、X85L や X80L といった XR 非搭載のモデルでも使用できるようになったみたいなんですよね。このブラビアコアについては実際に使用している僕も含めたブラビアユーザーからの満足度が高いコンテンツなので、これが X75WL を除いたほぼ全てのラインナップに搭載されているというのはかなり嬉しいと思います。ただレンタル購入に用いる配布クレジットと、その有効期限については各モデルで差があるみたいなので、そこら辺は十分注意するようにしましょう。それでは続いて各シリーズの発売時期と予想価格を見ていきましょう。まずは販売時期ですが、A80L の77インチが5月の20日、65インチ、55インチが4月の22日の販売予定で、X95L の85インチ、75インチ、65インチが5月の20日発売予定。X90L の85インチが5月の27日、75インチ、65インチが5月の20日の発売予定。X85L は65インチが5月の27日、55インチが6月の10日の発売予定。X80K の85インチ、75インチが6月の10日、65インチ、55インチ、50インチ、43インチが4月の22日の発売予定。X75WL については全サイズ7月の15日の発売予定となっています。続いて市場想定価格ですが、 A80L の77インチが84万7000円、65インチが50万6000円、55インチが39万6000円、X95L の85インチが99万円、75インチが71万5000円、65インチが47万3000円、
X90L の85インチが60万5千円。75インチが44万円。65インチが35万2千円。X85L の65インチが27万5千円。55インチが21万5千円。X80L の85インチが41万8千円。75インチが30万8千円。65インチが24万2千円。55インチが18万7千円。50インチが16万5千円。43インチが15万4千円。X75WL の75インチが24万2千円。65インチが18万7千円。55インチが14万9千円。50インチが13万8千円。43インチが12万7千円となっています。さて、今回はソニーブラビアの2023年モデルの最新情報がついに発表されたということで、2023年モデルの簡単な紹介から、液晶最上位テレビの昨年のモデルからの変更点なんかを詳細に解説していきました。今年はさすがに昨年のようにハード面についてめちゃくちゃ大きな変更があったかって言われると、そうではないんですけど、昨年から搭載されているミニ LED をより活かすようなソフト面の改良がかなりされたんじゃないかなと思います。さらに音響面に関してもフレームトゥイーターという画期的な新技術が搭載されていたり、ゲーマー向けのユーザーインターフェース、ゲームメニューが導入されたりと、全体的にまんべんなく進化しているといった印象を受けましたね。最上位モデルについてはお世辞にも購入しやすいお値段とは言えませんが、コスパの高いミドルレンジモデル帯や今回から新たに追加された安価なモデルなどのラインナップが豊富なので、誰でも自分に合うモデルが見つかりそうな気がしますよね。今後もこのような家電、ガジェットの最新情報やレビュー動画なんかをどんどん上げていこうと思いますので、ぜひとも今のうちにチャンネル登録とチャンネル登録の横のベルマークの方を押してもらえると嬉しいです。また、今回の動画が分かりやすかった、ためになったっていう方は、高評価ボタンもポチッと押してもらえると動画作成の励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。